皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は日本語の面白い表現、もやもやという言葉についてお話ししたいと思います。日本語を勉強している人なら、この言葉を一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。でも、もやもやって説明しようとすると意外と難しい言葉です。今日はどんな意味か、どんな時に使うのかなどについてお話ししていこうと思います。そして今日は上級者向けに自然な速度で自然な言葉を使って話します。スクリプトもあるので、よければ概要欄からご確認ください。はい。では早速、もやもやってどういう意味だと思いますか？まず、もやもやと聞くと、煙のようなものをイメージします。そして、これははっきり言葉にできない気持ちを表す言葉です。悲しい、イライラ、寂しいとか、そういう言葉で表現できる感情とは少し違います。なんだか気持ちがすっきりしない。なんか変だな。気になるけど理由がわからない。そういう時、日本人はよくもやもやすると言います。イメージのお話をすると、例えば白と黒の2色がそれぞれ煙のようになって混ざり合って白とも黒とも言えないような状態です。一つ例を挙げてみましょう。これは今日私が実際に感じたもやもやです。今日は日曜日で私も一緒に住んでいるパートナーもお休みの日でした。私は休みの日でもなるべく平日と同じように生活をしたいです。生活リズムを乱したくないです。生活リズムとは、起きる時間やご飯を食べる時間、寝る時間などのスケジュールのことです。はい。それを乱したくない。つまり、ぐちゃぐちゃにしたくない。いつもと違うスケジュールにしたくないということです。もちろん、少しくらい違うのは大丈夫です。でも、お昼頃まで寝るのは好きではありません。でも、パートナーは疲れているのか、朝ごはんの後、二度寝をし始めました。私はカーテンを開けて日光を浴びたかったのですが、二度寝をしたいパートナーのことを考えるとかわいそうだなぁと思ったので、カーテンを開けることを我慢しました。なぜなら私たちはワンルームの部屋、つまりリビングも寝室も同じ空間、一つの空間にある部屋に住んでいるからです。カーテンを開けるのはやめましたが、自分も眠るのは嫌だったので、デスクで作業をすることにしました。2時間ほど経って12時頃になりましたが、まだパートナーは寝ていました。私はそろそろ日光が必要だと思って、外に散歩に行くことにしました。遠くまで歩きましたが、パートナーから起きたよという連絡は来ませんでした。私はもやもやしました。年末年始休まずに仕事をしていたので、疲れているのはわかってる。休ませてあげたい。でも、お昼の1時過ぎてもまだ寝てるのはどうなんだろう。もし今日遅くまで寝ていたせいで、まだ眠くないからと夜更かしをして、
また明日の朝遅くまで寝ることになるのではないだろうか。そしたら、自宅で仕事をする私にとっては少し不便だから困るんだけどな。こんな風に思いました。休ませてあげたいという気持ちと、でも遅くまで寝て夜更かしされて翌朝も遅くまで寝られるのは嫌だなという気持ちとが戦っていました。優しくしたいと思っているのに、でも反対に早く起きてほしいという自分勝手な気持ちも湧き上がってきて、心の中が白黒はっきりしないんです。他にも例を挙げてみましょう。久しぶりに日本に帰る予定があるので、高校の時の友達にこの日に会いたいなぁとグループチャットで連絡をしました。前にビデオ通話をした時は帰ってきたら会おうねと言ってくれていたけど、今回私が送ったメッセージに返信しない人もいました。そんな時、怒っているっていうほどでもないし、悲しいというほどでもない。でも気分が少し良くない。こんな時にももやもやすると言います。はい。まあ少し先の予定なので、会えるかどうかわからないと返事しようかなと迷って返事しなかったという状況も理解できます。でも予定が分かったら連絡するねというような一言はあってもいいのになぁと思いました。どうですか？少し理解できてきましたか？どちらも気持ちがシーソーのように揺れていてはっきりしないんです。そして自分の感情の理由がはっきりしないときにももやもやを使って表現します。例えば、上司に注意されたから悲しい。これは理由がはっきりしています。でも、なんとなく気分が重い。理由をうまく説明できないけど、心が落ち着かない。そういう状態がもやもやです。なんとなくなんです。理由がわからないんです。なので、なんでもやもやしているのと聞かれても、よくわからないとうまく答えられないんです。もやもやには感情だけじゃなくて、頭の中が整理できていない感じも含まれているんです。なんだか、もやもやって良くないことみたいに思えますよね。でも、私はそうは思いません。もやもやは自分の気持ちに何かが引っかかっているサインだと考えているからです。つまり、その引っかかっているものを無視しない方がいいと思っています。なので、私はなるべくもやもやした時はどうしてそう思ったのかを考えるようにしています。誰かに話したり、紙に書いたり、あとは少し時間が経ったりすると、もやもやが少しずつ言葉になります。もやもやを吐き出すとか、もやもやが晴れるというような言い方をします。そうすることで自分が嫌なこと、気にしていることが何か少しずつわかるようになるので、自分の感情をコントロールしやすくなると思っています。なので、もやもやは私がいい未来に進めるように助けてくれるものだと思っています。はい。では、今度はもやもやの便利な使い方についてお話ししていきます。知っている人もいると思いますが、日本人は身近な人以外には感情をはっきり言葉にしないことが多いです。怒ってる。嫌だ。それは無理。こういう直接的な言い方を避ける文化があります。そんな時にもやもやが大活躍します。
はっきり言えない気持ちをもやもやという言葉で柔らかくするんです。例えば、今ちょっともやもやしてて、これは説明できないけど、なんか違和感があるというとても優しい表現です。ちなみにこれを利用して相手に不満があると優しく伝えることもあります。最近ちょっともやもやしているということで、あなたに気づいてほしいことがあるよというサインとして使うのです。日本人ってわかりにくいですね。はっきり言ってくれてもいいんだよともどかしくなりますね。私もそう思います。他にもよく使う場面としては、仕事や将来について話すときがあります。今の仕事を続けていいのか、やりたいことがわからない、このままでいいのか不安。でも答えはまだ出ていない。そういう状態を将来のことでもやもやしてると言います。はっきりしたビジョンがない状態ですね。はい。皆さんはどうですか？将来のことでもやもやしたことはありますか？もしくは将来のことで悩んだことはありますか？ここでもやもやと似ている言葉、悩みについても少し考えてみましょう。悩みはある程度内容がはっきりしています。例えば、転職するかどうか悩んでいるとかです。選択肢が転職する、もしくは転職しないの2つ、はっきりしていますね。でも、もやもやはその前の段階です。悩みになる前の正体不明の気持ちがもやもやです。例えば、なんか仕事うまくいっていないな。楽しくないな。なんでだろう。この仕事、私に合ってないのかなというような状態です。理由や原因だったり、考えることがはっきりしていないので、悩みではなくて、もやもやという言葉で表現します。はい。どうでしたか？今日はもやもやという言葉について話しました。はっきり言葉にできない気持ちや理由がまだわからない違和感。それがもやもやです。もしよろしければ皆さんのもやもやについてコメントで教えてください。そしてぜひそのもやもやを大切にしてあげてくださいね。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では、次のエピソードでお会いしましょう。またねー。